こんにちは、こんばんは、絵師野です。初めましての方も、また来てくださった方も、動画を見てくださりありがとうございます。今回は今現在全く連絡を取り合えていない、またはほとんど連絡を取れていないあの人から近いうちに連絡は来るかどうかについて見ていきたいと思います。こちらに石を3つご用意しました。この中から1つもしくは複数お選びください。1番はカーネリアン。そして2番目がシトリン。そして3番目がマラカイト。選ぶときは直感や気になる石、お好きな番号、好きな色など何でも大丈夫です。選ぶのにもう少し時間が必要な方はここで一時停止してくださいね。ではまた後ほどお会いしましょう。はい、それでは1番のカーネリアンを選んだ方、ようこそ。もし途中で違うかもと思ったら、また最初に戻って選び直していただいたりしても大丈夫です。どれでもないなと思った時は、今回の動画には当てはまるものがなかっただけかもしれません。その時はまた別の動画でお会いできたら嬉しいです。今回は今現在全く連絡を取り合えていない、またはほとんど連絡を取れていないあの人から近いうちに連絡は来るかどうかについて見ていきたいと思います。こちらにまずは何枚かオラクルカードを引いてあるのですが、その前にこちらのクリスタルボールポケットオラクルで近いうちに連絡は来るかどうかを引いてみたいと思います。1番さんのお相手の方から近いうちに連絡は来ますか？1番さんのお相手から近いうちに連絡は、はい、イエス、来ます。はい。というわけで、連絡は来ますが出たところで、オラクルカードも見ていきたいと思います。まずは、1枚目。パワー。そして2枚目。エフォート、ファティーグ、ラスティテュード。努力、疲労、倦怠、総力を尽くして全力の勝利をつかみ取ってください。そして3枚目。スティングレイ、でした。なるほど。なんだかお相手の方は1番さんに圧倒されてるというか、こんな気持ちになったことがないっていう感じで動揺しているように見えますね。自信がないというか、でも決断するときは迫ってるっていうのがあるので、その決断の結果連絡が来るイエスなのかもしれませんね。なんか2人の関係がちょっと複雑なところがあるのかも。なんかその1番さんに対してすごく好意はあるんですけど、それを素直に伝えられない理由があるっていう感じがありますね。人をこんな風に好きになったことがないとか、今までその会ったことがないタイプとか、このカードもなんか決断を迫られてるっていう感じなんですよね。ここまで努力をしてきたんだけど、諦めるわけにはいかないというか、なんかふさわしい愛を受け取るためには、本当に努力しなきゃいけないっていう感じがあるんですよ。多分お相手の方は、連絡しなきゃいけないっていうことは結構考えてるんじゃないかなっていうふうに思います。
なんかそう簡単に忘れられるものではないというか、なんか一番さんのことは本当に特別に思っていると思いますね。なんか人生が変わるみたいなレベルの出会いだったんじゃないかな。なのでその物事が複雑だから今現在連絡できないっていう可能性か、もしくはその自分の一番さんへの気持ちに圧倒されて連絡ができないかっていう感じかなって思います。なんか神聖なものを見たみたいな、一番さんがなんかそのお相手の方からするとすごくこうなんか神聖な存在みたいに思えるんじゃないかな。どう扱っていいのかわからないのかも。それ一番さんのこと自体もそうかもしれないし、自分の気持ちのことかもしれないし、どうしたらいいかわからない。でもこのままでいいとは思ってませんね。連絡しなきゃっていうことも思ってるし、その結果連絡が来るんだと思います。今この相手の方に必要なのって自信なんですよね。今自信がない。一番さんに受け入れられないかもって思ってるところがあるんですよね。なんでだろう。一番さんが線引きしたのかな。もしくは何かお相手の方が何かこう間違った発言をしてそれを自覚されてるのかもしれませんね。っていう可能性もあるかも。全員じゃないですねっていう方も一部いるかもっていう感じです。あとは、やっぱりでも一番さんのことをなんかこう神みたいなちょっとこう自分とはなんかレベルが違うみたいな感じに捉えてそうなんですよね。ちょっとタロット引いてみましょうか。お相手の方が一番さんをどう思っているかについて引いていきますが、早速1枚目、ペンタクルの4。そうですね。そうだと思います。なんだろう、本当宝物っていう感じがありますね。決して物扱いしてるとかそういうことではなくて、何かこう自分がこれまでなんかこう出会ったことのないというか、見たことのない美しいものに出会ったみたいな、そういう感じがありそう。お相手の方がどう思ってるか。はい。そしてワンドのページ。なんかやっぱちょっと未熟なのかな。あらそしてカップのページも出ました。年下かちょっと未熟なところがあるのかな。でもなんか素直な方なんじゃないかな。根は素直なのかもしれません。そしてなんか毎回このデッキを使うと出てくる Everything is fine。そして早い。戦車が出ました。で、なんとデッキの一番下は、ペンタクルのページでした。ページ。やっぱどうしてもちょっと年下なのかなっていう感じもするし、もしくは精神的にちょっと未熟なところがあるというか、感情表現とかが苦手なのかな。なんかこの気持ちをどうしていいかわからないっていう感じはやっぱありますね。でも手放したくないんですよね、一番さんのことは絶対。で、今連絡のない状態については、やっぱ傷ついてると思います。でもどうしていいかわからないみたいな。イエスが出てるので、それはやっぱ戦車が出てることからも、なんか、どっかで我慢できなくなるんじゃないかなっていうのはありますね。もしくはどっかで連絡しなきゃいけないっていう風に思うか。そのきっかけは何かあるかもしれません。でも連絡したいっていうことはずっと思ってるんですけど、その感情表現とかが苦手なのかもしれないな。なんかそれでなんか話題もないのに連絡できないとか、連絡したい気持ちはあるんだけどとか、例えばその LINE とかだったら別に何でもないことを言えばいいじゃんってこっちは思ってるんだけど、相手は LINE をその連絡用のツールとしか思ってなくて、業務連絡用ツールみたいな。だからその雑談をするという考えがないみたいなね。なんかそういうところとかもあったりするのかも。これだけのものを抱えながらページが3つも出てるので、そりゃ出せないよねみたいなでもすごく一番さんに心身ともに惹かれてるし、絶対に手放したくないし、連絡が取れない今の状況について傷ついてるし、どっかで吹っ切れると思います。なんかその時はちゃんと中身のある連絡できるかなっていうところはありますね。
もしかするとようやく連絡が来たかと思ったのにそれみたいな可能性がちょっとあるかも。だって気持ちがすごいんですよ。気持ちめちゃくちゃあって、多分一番さんのこと本当に一番さんが男性であれ女性であれ、なんていうのかな、イメージとしてね、女神って感じなんですよ。ミューズみたいな。だけどお相手の方の精神年齢がちょっと一番さんより多分ね幼いか、もしくはその感情を伝えるのが苦手な方とかもいらっしゃるじゃないですか。感情表現というか、その未熟さみたいなものがあるのかも。うまく言葉にできないみたいな、どう言っていいかわからないみたいなところがあるんじゃないかな。でもね、言いたいことめちゃくちゃあるんですよ、本当は。本当はめちゃくちゃ言いたいことあるんですけど、多分ね、メッセージボックスにこれを送ろう、あれを送ろうって思って途中まで書くんだけど、いや、こんなの送ってもしょうがなくないみたいな感じで消しちゃってるみたいな。どっかで踏ん切りはつくと思います。ただ、まだ今圧倒されてますね。自分の気持ちだったりとか、一番さんがあまりにも美しすぎてというか、そういうところがありますね。もうちょっと引いていますね。お相手の方の今の気持ちはどんな感じですか？いや、出るかなって思ったんですよ。はい、女帝です。出ると思いました。はい、女帝。いや、女帝ですよ。お相手の方にしたらやっぱ一番さ女帝だと思います。今お相手の方の気持ちにご教えてください。手放したくないですよね。はい。そしてワンドの9。お、ワンドのエース。いや、やっぱ気持ちがすごいあるんですよね。お、はい。そしてペンタクルの8ともう一枚ソードのクイーンが出ました。デッキの一番下はワンドの2でした。はい、わかるよ。わかるよ。いや、お相手の方はやっぱり一番さんのことすごく魅力的だと思っていることも間違いがなくて、やっぱり一番さんの方がちょっと線引きしたかもしれないですね。もしくは自分なんか相手にされないかもって思ってるかも。傷つきたくないっていう気持ちはありますね。でもなんとか一番さんの懐に潜り込めないかというか、なんとか一番さんとつながり続けられないかみたいなことを思ってるんじゃないかな。ただやっぱ不器用な感じはありますね。今現在具体的にいつ連絡しようってことは決めてないと思います。いついつまでにみたいなその具体的な日程はちょっと今考えてなさそうですね。だけど連絡しなきゃいけないというか、連絡しようという気持ちはあります。ちゃんと始めたいというか、このまま連絡しないっていう選択肢はないですね。ただ怯えてもいます。腰は引けてるので、そういう意味で今日明日ではないかも。何かを警戒してますね。それはなんか自分が一番さんにどういうふうに評価されるのかみたいなところちょっと怯えてるところはあるかも。なぜなら一番さんは女帝なので、かつソードのクイーンでもあるので、下手なこと言えないっていう感じなんですよね。多分自分がその未熟なこと、もしくはちょっと年下なことみたいなことも自覚されてるんじゃないかなと思います。その一番さんにふさわしくないんじゃないか自分はみたいな風に思ってるところがちょっとあるかも。でも諦める気はないので、何かまた連絡を取るために努力してるところはあると思います。例えばなんか一番さんの SNS とかを見て勝手に傷ついたりもしてそう。あれ？自分のこともう忘れちゃってるのかなみたいな感じで思ってるところもあったりするかも。でも気にしないようにしてるというか、表に出さないようにもしてますね。ちょっと何きっかけで連絡してくるかもルノルマンカードで見てみましょうか。
1番さんのお相手の方はどんなきっかけで連絡してきますか？はい、ツリー。どんなきっかけでお相手の方は連絡をしてきますか？はい、フォックス。お相手の方はどんなきっかけで1番さんに連絡してきますか？お、ハウス。はい。そして、チャイルド。やっぱなんか、結構共通して出ますね。ちょっとこう、純粋という言い方もあるかな。ピュアな感じがちょっとありますね。はい。そして、36、クロス。デッキの一番下は、シップが出ました。そうですね。やっぱりこう、どっかで我慢できなくなるっていう感じだと思います。あんまり SNS、一番さんは SNS そこまで更新したりしてなかったりするのか、もしくは、その更新、SNS とかをお相手の方が見て、不安になるのか、みたいな感じはありますね。わからない、その真実がわからないっていうところで不安にはなりそう。で、この関係を終わらせる気もないし、でもやっぱこう自分のこう、なんていうのかな、自分の一歩踏み出すみたいなところに関してのハードルの高さみたいなものはありますね。でもきっかけとしてはやっぱ我慢できなくなるというか、このまま黙ってるわけにはいかないっていう風になる瞬間がありそうですね。だからなんか、ふらっと連絡してくるかもしれません。でもやっぱ不安なんですよね。一番さんが自分のいないところで何をしてるのかわかんなくて。今現在やっぱ遠くから見てるっていう感じがあるので、やっぱ様子は伺ってるんじゃないかな。多分。ストーリーとか見に来てるとかはありそう。インスタのストーリーは見てますみたいなことがあったりはするかもしれないな。でもお相手の方はやっぱり一番さんのことすごく魅力的だと思ってるので、こんな人は出会ったことないみたいな感じなんですよね。その不器用さみたいなところで今ちょっと連絡取れてないっていう感じはあるので、でも近いうちに連絡が来るっていうカードは出てますので、心をオープンに待ってあげるといいかなというふうに思います。はい。というわけで、ご自身の心に響くものだけを受け取ってください。響かないものについては後々わかることかもしれませんし、もしかしたら同じようにこの動画を見ている他の人へのメッセージかもしれません。ご自身の直感を信じてください。また動画を見た後にこんなことがあったよとか、こうなればいいなといったことがありましたら、ぜひコメントなどで教えていただけましたら嬉しいです。もし希望の占いのテーマなどありましたら、そちらもお気軽にコメントでお知らせください。はい、それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。はい、それでは2番のシトリンを選んだ方、ようこそ。もし途中で違うかもと思ったら、また最初に戻って選び直していただいたりしても大丈夫です。どれでもないなと思った時は、今回の動画には当てはまるものがなかっただけかもしれません。その時はまた別の動画でお会いできたら嬉しいです。今回は今現在全く連絡を取り合えていない、またはほとんど連絡を取れていないあの人から近いうちに連絡は来るかどうかについて見ていきたいと思います。こちらにオラクルカードを何枚か引いておいたんですが、その前にこちらのクリスタルボールポケットオラクルで近いうちに連絡が来るかどうかをまずは見ていきたいと思います。それでは引いてみましょう。2番さんのお相手の方から近いうちに連絡は来ますか？お、はい。ノーでした。なんと。いや、ちょっと、オラクルカードと空気感が違うので、まずはちょっとオラクルカードを見てみましょう。まずは、1枚目。ハピネス。ハピネスなんですよ。そして2枚目。プレゼント、ギフト、サプライズ。大きな幸せのための小さな贈り物
うん。そして3枚目。今お相手の方がどんなエネルギーなのかで見たところ、コブラの逆位置でした。はい。コブラの逆位置が唯一、脳っぽいといえば脳っぽいんですけど、とはいえそんな、確かにちょっと一時休止とか、待つみたいなところがあるので、そこなのかな。ちょっと自己中心的なところがあったりするのかな、もしかするとっていうところあるんですけど、ただ2番さんの気持ちとしてはハピネスが出てるので、もう太陽って感じなんですよね。1番さんの時もちょっと神みたいな1番さんのことをお相手の方が神みたいに思ってる空気はあったんですけど、本当にこちらも2番さんのことは太陽って思ってるところがあるので、ノーなんだっていうところで、ちょっとね、早速ちょっとタロット引きましょう。これは。お相手の気持ちで引こうかなと思ったんですけど、このノーの理由を引いてみましょうか。まず、ソードの5が出ました。お相手の方が、なぜノーなのか。飛び出ましたね。ソードのナイト。ソードですね。お相手の方、出ると思いました。忍者。このコブラがちょっとね、忍者っぽいエネルギーは感じるんですよね。ちょっとここに置こうかな。2番さんのお相手の方が近いうちに連絡してこない理由は何ですか？はい。ソード出ますね。ソードの8。連絡してこない理由は何ですか？今そのお相手の方が連絡してこない理由は何ですか？はい。ソードの10が出ました。すっごいソード。勢揃い。はい。で、デッキの一番下は、こちらはペンタクルの8でした。普通に忙しいだけなのかな？状況としては普通に忙しいだけなのかな？ベースにあるのは何か集中して取り組んでることがあるのかも今。それが理由なのかな？でもこの騒動の中でも、やっぱり、すごい傷ついてるし、自分の思い込みもすごいし、ソードナイトっていうすごく動きの速いカードは出てるんですけど、ただ忍者とコブラが出てるので、向かってきてるっていう感じではないんですよね。今2番さんのことを考える余裕がないのかも。今自分が取り組んでること、仕事なのか何なのか、ちょっと仕事っていう感じはありますけどね。もしくは試験とか、そういう自分のことに今すごく集中していて、2番さんに対して気遣いとか心遣いとかができてないのかも。でもそれに関して気にはしてると思うんですよね。ただこの今の状況が終わったら連絡しようと思ってるんじゃないかな。このまま終わらせたいとは思ってなさそう。このまま終わらせたいとは思ってなくて、ただ自分の状況が落ち着くまでは連絡ができないっていう感じだと思うんですよね。特にこのデッキのこのソードの10ってまさにやり取りを見返してるじゃない、やり取りを見返してるように見えるじゃないですか。この関係をこのまま終わらせたいとも思ってないし、思い返してもいるんですよね。連絡できないことを心苦しくは思ってるものの、今の状況が落ち着くまでは連絡できないし、それってこっちの気持ち無視じゃんみたいな、2番さんからするとっていう感じなんじゃないかな。でも2番さんのことを思いやる余裕がなさそう。しょうがないじゃんみたいな。しょうがないじゃんって言いそう。しょうがないじゃん。今だってこれが忙しいからみたいな。でもあなたのことをすごく太陽だと思ってるし、
これで終わらせる気はないよ。これが終わったら連絡するね。みたいなことを言ってない。言ってないけど思ってるっていう感じですね。なんかこの一通りのことが終わった後に、2番さんに連絡できることが、この方にとってのちょっとしたこう、楽しみというか、それを目標に頑張ってるところはあるのかも。なんか今ちょっと負けるわけにはいかないみたいな。今やってることに本当に集中しなきゃいけないっていう感じですね。いや、それでも連絡ぐらいできるじゃんってこっちはね、思っちゃうんですけど。こっちはね、思っちゃうんですけど。もうちょっと引いてみましょうか。お相手の方が2番さんに連絡を。ワンドのクイーン。はいはい、なるほど。やっぱバンドのクイーンってすごくこう太陽って感じもするので、やっぱり2番さんのことをね、すごくこう太陽だと思ってると思うんですよね。自分を照らしてくれるみたいな。はい。そして、ペンタクルの9。あらあら、カップの2。はい。なんか、連絡しなくても分かってくれるよね、みたいな感じがあるんですよね。いや、連絡しなよ。そして、カップのクイーン。あと1枚。はい。はい。ザ・ワールドが出ました。おかしいな。近いうちに連絡がないって出てるんですけど、見てくださいよ、この2番さんのお相手の根っこにある気持ち。とんでもないですね。大好きですよ。そしてデッキの一番下が、どうでした？いや、これちょっととんでもないの出ましたね。お相手の方は2番さんのことすごくやっぱり太陽、ほんと太陽なんですよね。しかもね、自分を受け入れてくれるって思ってるんですよ。だから多分、連絡しなくても大丈夫って思ってるのかも。連絡しなくても気持ちが通じてるって思ってるんですよね。2番さんがいなくなるってことを多分お相手の方は考えてないんじゃないかなと思います。でも内心ね、このまま連絡しないのはまずいってことをね、ちゃんと分かってはいるんですよね。塔が出てるし。ソードの8も分かってるけど動かないみたいな、本当は動けるのに動けないと思い込んでるみたいな感じもありますので、お相手の方は2番さんのことをやっぱりすごく大事に思ってるというか、お相手の方にとって2番さんって光なんですよね。太陽って何度か言ってますけど、言い方を変えるとなくなると思ってないんですよ。で、自分を受け入れてくれると思ってるし、でも2番さんがいなくなったら多分このお相手の方の世界はちょっと崩壊するんですよね。で、連絡しなくても2番さんは大丈夫っていうふうにこのお相手の方は思ってます。だから連絡してこないのかな。でも内心は気づいてるんですよね。連絡しないままじゃまずいなっていうのは。ちょっと追加でクリスタルボールポケットオラクルもうちょっと引いてみましょうか。どうしようかな。このお相手の方が一段落した段階で連絡をしてくるかどうか。多分何かにね、何か今取り組んでることが多分あるんですよね。はい。Go! The time is right が出たので、多分、連絡してきます。何か多分近いうちではないんですけど、このお相手の方が今何かタイミングを待ってるんじゃないかな。今取り組んでることが終わった段階でとか、逆にいつ連絡しようってことは決めてるような気がしますね。それが多分その2番さんにとっての近いうちじゃないだけで、お相手の方は近いうちに連絡はしてこないけど、いつ連絡しようってことは決めてるんじゃないかなって思いますね。気持ちがないは絶対ないです。気持ちはめちゃくちゃあります。もうなんなら連絡してないけど気持ちが通じてるって思ってるので、もしくはね、最低限のね、連絡をされてる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、そうちょっとしたやりとりだけでもう満たされてるというか、2番さんがいない世界は本当に考えられないっていうのは出てるので、
今すぐは連絡がなくても、何か一段落したタイミング、仕事なのか、仕事のプロジェクトだったりとかね、もしくは試験だったりとか、そういう何か分かりやすいタイミングがあるんだと思います。それが終わったら連絡しようとか、それが終わったらちゃんと声をかけようみたいな計画はあるんじゃないかな。ちょっと連絡してくるきっかけを見てみましょうか。はい。1枚目、タワー。そして、ブーケ。バーズ。やっぱなんかちょっと一人で考え込んでそうなところありますね。そしてレター。なるほど。あと1枚。連絡してくるきっかけ。そしてドッグ。はい。デッキの一番下はクロスロードでした。やっぱり今ちょっと考え事をしてるというか一人になりたいみたいな感じですね。でもさっきこうねオラクルカードでもちょっとプレゼントギフトサプライズっていうカードが出てたんですけど、ブーケもちょっと似たような空気があるので、何か嬉しい報告をするついでに連絡してくるんじゃないかな。あとね、単純にお話ししたい。2番さんとね、お話ししたいっていう感じがあります。すごくお話ししたいし、テキストでも、なんか通話とかもあるのかな。通話したいっていうのもありそう。何かね、なんかこう、一段落した段階ですぐに連絡してきそうな雰囲気はありますよ。それがちょっとね、近いうちじゃないっていうだけで、全然連絡してくる気はね、あります。で、なんかね、他の人に言ったりとかもないですね。もし今連絡がないとしても、それは別に他の人に言っちゃったからとかではないです。2番さんに対してすごくこう忠実というか、誠実な気持ちはあります。なのでなんかこう、他の人のところに行っちゃったんじゃないかみたいな心配はしなくても良さそう。お相手の方にとって2番さんは太陽なので、もういなくてはならない存在なので、ただ、ちょっとさっきも言ったんですけど、ただ言い方を変えるといなくなると思ってないみたいなところがあるので、それがちょっとね、今連絡しない理由になっちゃったりもしてるのかなっていうところがちょっとありますけど、ただね、このままでいいとも全然思ってないので、連絡しなきゃなってことはちゃんと考えてます。だからちょっと甘えてるな。甘えてますね。だ別にどう受け入れるかみたいなところはね、全然2番3次第でいいと思いますよ。今もね、連絡はしたいっていうふうに多分ね、思ってるんですよね。なんか我慢してるというか、いや、連絡とかしたら、なんかそれが甘えだから、みたいな風に思ったりしてそう。なんか自分で自分のこと縛ってる感じはありますね。お相手の方が。全然連絡していいのに、いや、ちょっとそういうのは、みたいな風に思っちゃってるのかな。なので、2番さんは、全然、何かこう、不安になったり、心配する必要は多分あんまりなくって、ご自身をこう育むというか、ご自身に投資する時間っていうふうに思ってもいいかもしれないですね。まだしばらくはちょっと連絡なさそうなんですけど、連絡は一段落したら来るっていうふうには出てるので、それまでにご自身に投資する時間っていうふうに捉えていっていいかもしれませんね。でもし最低限のやり取りがあるのであれば、そこでお相手の方は気持ちが通じてるって思ってるし、もしかしたら2番さんもそこはちょっと薄々感じてらっしゃるんじゃないかなって思うので、なんかたとえ連絡がなくても気持ちは通じ合ってそうな空気ありますね。もし2番さんがそう感じているのであれば、全然それで間違ってないと思います。ちょっと今お相手の方は視界が狭くなっちゃってるところがあるので、うちにこもってるし、自分はこうしなきゃいけないって思ってるし、今自分がやってることに集中しなきゃいけないって思ってるし、上の段と下の段の空気感の違いもすごいんですよね。上の段というか、そう表面的なところでは比較的もうソードソードっていう感じで、忍者でね、すごくこううちにこもってるっていう感じなんですけど、下がものすごい豊かなんですよね。出てるところと心の奥底での景色が違うというか、本当に2番さんのことは大事に思っ
ってるんですけど、それが表に出てこないんですよね、このお相手の方。もしかしたらお相手の方も気持ちに気づいてない可能性がちょっとあるかもしれないですね。これだけ全く違うので、上と下で。2番さんから見てもちょっと不安に思ったりするのは、それがあるかもしれないですね。でも、すごく2番さんのことは大事に思ってることは間違いがないので、今はちょっとね、脳が出ちゃいましたけど、ただ、人によって多分近いうちにの感覚も違うと思うので、思ったより早く来るかもしれないし、連絡がないわけではないというカードも出てますので、そしてね、すごく大事に、もう太陽、お相手の方にとって2番さんは太陽ですっていうふうに出てるので、ちょっと不器用な方なのかなっていうところあるんですけど、何か終わったタイミングで連絡が来るんじゃないかなというふうに思います。はい。それでは、ご自身の心に響くものだけを受け取ってください。響かないものについては後々わかることかもしれませんし、もしかしたら同じようにこの動画を見ている他の人へのメッセージかもしれません。ご自身の直感を信じてください。また、動画を見た後にこんなことがあったよとか、こうなればいいなといったことがありましたら、ぜひコメントなどで教えていただけましたら嬉しいです。もし希望の占いのテーマなどがありましたら、そちらもお気軽にコメントでお知らせください。はい。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。はい。それでは3番のマラカイトを選んだ方、ようこそ。もし途中で違うかもと思ったら、最初に戻って選び直していただいたりしても大丈夫です。どれでもないなと思った時は、今回の動画には当てはまるものがなかっただけかもしれません。その時はまた別の動画でお会いできたら嬉しいです。今回は今現在全く連絡を取り合えていない、またはほとんど連絡を取れていないあの人から近いうちに連絡は来るかどうかについて見ていきたいと思います。で、こちらに先にオラクルカードを何枚か引いておいたんですが、その前にクリスタルボールポケットオラクルで近いうちに連絡が来るかどうかについてまずは引いてみたいと思います。はい。アンライクリー。可能性見込みは低い。近いうちには連絡が来る可能性はちょっと低いと出ました。では、オラクルカードを見ていきましょう。まず1枚目、浄化。そして2枚目、ホープ、フューチャー、リエゾンズ、希望、未来、エニシー。希望を失えば欲望に押しつぶされてしまうかもしれない。そして3枚目、タイガーが逆位置で出ました。お相手の方は、もしかして周りの方からいろいろ言われたりもしてるのかなっていう感じがちょっとあります。あとは浄化も出てるので、3番さんとの間に何かちょっとわだかまりがあったりもするのかも。お相手の方が3番さんに何か間違ったことを言ったりしたりっていうのがあったりしたのかな。本当はすごく穏やかな方なんじゃないかなって思うんですけどね。でもなんかちょっとどうしていいのかわからないっていう空気感があります。で、アンライクリーに関しても連絡がないというよりは、見込みは薄いみたいな感じなんですよね。確かに脳に近くはあるんですけど、何か変われば変わるよっていうすごく変化が必要な感じなんですよね。なんか今の段階では可能性は低いけど、その連絡するきっかけにこの浄化だったりとか、何かね、ネガティブな情報があるっていう感じなんですよね。なんかネガティブな何か要因があるというか、それを洗い流す必要がある。早速タロット引いてみましょうか。ちょっとお相手の方の今の状況というか、連絡してこない状況というかね、そういうのもちょっと気になりますね。3番さん、はい。ですが出ました。やっぱり浄化のイメージがすごい強いですね。何か生まれ変わらなきゃいけないっていう感じがあります。そして、女教皇。今の状況を教えてください。
はい。そしてペンタクルの9、そしてカップの6、そしてそしてカップの5が出ました。やっぱり浄化、生まれ変わりというか、なんかこう何か終わらせる必要があるっていう感じはありますね。そしてデッキの一番下はペンタクルのキングでした。やっぱりすごくこう、なんか普段はやっぱりすごく穏やかな方なのかな、なんかすごく思いやりのある方なのかなっていう感じはありますね。3番さんとお相手の方はやっぱすごいつながりはあるんだと思うんですよね。関係がちゃんとあるというか、なんか新しく知り合った方っていう感じではないと思います。2人で育ててきたものがあるんじゃないかな。ただ何かこう周りの方に影響されてというか、周りの方に何か言われたりしてるのかな。前向きに捉えようっていう感じはあるんですよね。このまま飲み込まれるわけにはいかないっていうのはあるんですよ。ただすごくなんかこうエネルギーが今乱れてるというか、リセットしなきゃいけないっていうのがありますね。あえて距離を取ってるのかも。なんか距離を取らざるを得ない状況にあるのかな。なんか3番さんよりちょっと年上だったりするのかもしれないですね。もしくは精神的にちょっと大人な方だったりするのかもしれないです。なんかすごいいろんなことを考えてらっしゃるんじゃないかな、お相手の方は。考えがあって連絡をしないという選択をしているように見えます。連絡をしないことが優しさ、みたいな。連絡したくないわけではないんですよね。連絡をすることがためにならないみたいな。お二人の間でやっぱり何かしらあったんじゃないかな。心の整理をしてるとか、もし周りの方になんかこう言われてる、全員が全員その周りの方になんか相手の方が言われてるっていう感じではないんですよ。一部そういう方もいらっしゃるかなっていう感じはあります。で、そうじゃない場合は、誰にも相談せずに、そのお相手の方は、ご自身の中で考えてらっしゃるんじゃないかな。3番さんについてのことを、なんか周りに判断されたくないっていう理由で、誰にも言ってないっていう場合もあると思います。でもね、この関係を終わらせたいと思ってるわけではなさそうなんですよね。もうちょっと引いてみましょうか。3番さんのお相手の方の今の気持ちについて。よいしょ。って言った矢先に魔術師が出ました。何かこう、必要な時間っていう印象があるんですよね。今連絡しないことが必要みたいな。3番さんのお相手の方の気持ち、状況について。はい。ソードの7。やっぱり何かこう考えてることがありそう。はい。そして、ワンドの7。7ときましたね。おっと、そして、運命の輪。やっぱりこう何か、そして、鳳凰が出ました。やっぱり何か理由がありそうですね。デッキの一番下はペンタクルの4でした。やっぱり終わらせようと思ってるわけではなさそう。ちょっと逆に気になるこの状況。やっぱりないですね。終わらせようという気持ちはないです。今連絡しないことが正しいと思ってるというか、何かタイミングを見てますね。連絡をしないことが3番さんにとっても自分にとっても必要なこと。それはなんか忙しいとかそういう理由ではなくて、なんか浄化のためだったりとか、関係をもう一回やり直すためっていう感じなんですよね。何かすごく考えがあってやってる感じはあります。それがなんかその3番さんと自分を守るためにもつながるっていう
近いうちに連絡はないかもしれないんですけど、多分どこかで連絡は来ると思いますね。手放したいと思ってるわけでもないので、連絡をしてはいけないっていう感じがありますね。それは何かこう思い込みというよりは、それが誠意っていうか、連絡をしないことが誠意の一つ。何か3番さんとの間に何かあったのかなっていう感じがあります。多分それは人それぞれだと思うんですけど、連絡を取り合っていない、全く取り合ってない、もしくはほとんど取り合ってない状況で、お相手の方もそれはちょっと辛いところはあるみたいですね。でもしょうがないというか、受け入れるしかないっていう。3番さんのお相手の方は一体何をやらかしたんでしょうか。すごく反省してる感じがあるんですよね。何か3番さんに謝らなきゃいけないことがあるっていう。でもその今我慢するというか、今その最低限の連絡であったりとか、連絡をしなかったりみたいなことが逆に関係を続けるために必要なんだみたいな。いや、ちょっとお二人の状況気になりますね。それではちょっとルノルマンカードに聞いてみましょうか。連絡してくるとしたらそのきっかけ、どんなきっかけで連絡してくるか。はい。マウンテン。やっぱりちょっとハードルがちょっと今高い。なんかやっぱそう簡単に連絡できないっていう感じはありますね。そしてブルーム。いや、3番さんのことめちゃくちゃ考えてますよ。そしてブック。はい。そしてクロス。最後はストーク。コウノトリ。はい。デッキの一番下はマイスでした。心を削られていますっていう心を削られていますね。お相手の方は。で、今やっぱりこう、連絡できる状態ではないというか、心情的に。でも3番さんのことすごく考えてるし、ただそれ表には出してないですね。で、やっぱり何かしでかしたんじゃないかな。で、連絡をしてくるきっかけとしては、やっぱりもうそろそろ動いていいんじゃないかなっていうことを思ったタイミングで連絡してくると思います。そろそろ動いていいんじゃないかって思えるまでは連絡しなさそう。何か連絡しづらい理由があるし、いや、3番さんから見てると、ただただ動いてないように見えると思うんですけど、お相手の方は3番さんのこと考えてるけど表に出してない。そんな気軽に連絡できないっていう感じですね。その気持ちがないからではなくて、気持ちがあるからこそ連絡できないっていう感じがあります。多分お二人の間何かあったんじゃないかなという感じはするんですけど、どうでしょうかね。で、今見込みは薄いっていう感じなんですけど、多分何か空気感が変わるタイミングが来るんだと思います。それは何だろうな。それは3番さんが自分を受け入れてくれるって思った時なのか、もしくはもうそろそろ連絡しても大丈夫かもって思えるタイミングなのか。今連絡できてない状態でお相手の方はすごく心を削られてますね。やっぱり全然平気じゃなさそうです。手放したくないっていうのも出てますけど、すごく心を削られてるというか、やっぱ連絡したい気持ちはすごくありますね。ただできない理由があります。じゃあお相手の方から、近いうちに連絡が来る見込みは薄いですけど、このまま連絡は来るのか。choose a new direction。ってことは、3番さんから連絡した方がいいのかな？イエスが出ました。3番さんから連絡した方がいいですかでイエスが出たので、少なくとも今3番さんから全く連絡を取ってないという状態なのであれば、受け入れる準備はあるということを自分の中に選択肢として用意しておくみたいなことも必要になるかもしれないですね。3番さんが本当は全然連絡できるんだけど、意地を張って連絡してないみたいな状態なのであれば連絡した方がいいですね。choose a new direction なので、新しい道を選ぶというか、今までと違うやり方について考えるっていうのが大事になるかも。今のままでは連絡が来る可能性は低い。で、アンライクリーなので、状況が変われば結果が変わりますっていう感じなんですよ。で、その後に出たカードが choose a new direction なので、新しい道を選ぶ、方向性を変えるとか、やり方を変えるみたいな感じなので、その
その結果、そのやり方を変えた結果のイエスだと思うんですよね。でも連絡した方がいいって気づいてる方いるんじゃないかな。イエスが出たのはそういうことな気がします。連絡した方がいいって分かっててできないとか、もしそう感じたのであれば連絡しちゃいましょう。今3番さんが分かってらっしゃる答えみたいなことが多分あるんだと思うんですよ。かなり分かりやすい3枚が出てるので、もし3番さんがドアをびっちり閉めてる状態なのであれば、例えばブロックしてるとかね、のであれば、例えばブロックを解除しておくとか、なんか連絡が来ても大丈夫ですっていうことを、それをご自身の中で、受け入れてもいいっていうことを考えておくことは必要かも。これはね、3番さんそれぞれの選択肢があると思います。なのでちょっともしよろしければね、自分のことかもっていうふうに思った方、どういうことがあったのかとかね、どういう選択をしたのかとか、もしよろしければ教えていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい。それでは、ご自身の心に響くものだけを受け取ってくださいね。本当にそうですよ。響かないものについては後々わかることかもしれませんし、もしかしたら同じようにこの動画を見ている他の人へのメッセージかもしれません。ご自身の直感を信じてください。もう一回言いますよ。ご自身の直感を信じてください。また動画を見た後にこんなことがあったよとかこうなればいいなといったことがありましたら、ぜひコメントなどで教えていただけましたら嬉しいです。もし希望の占いのテーマなどありましたら、そちらもお気軽にコメントでお知らせください。はい、それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。